こんにちは、ゆうかです。今日の気温は20度。久しぶりに暖かい日が帰ってきました。イエーイ。そして見てください、快晴。そんな今日は絶好のアジング日和ということで、頑張ってアジをたくさん釣っていきたいと思います。今日は軽バンで川崎の方まで来たんですけど、この辺では最近でもアジが釣れるという情報を耳にしたんですよ。ということで早速準備して釣り場に向かっていきましょう。今日は釣り日和ということもあって人が多すぎる。私も今から釣り人になってきます。やばい、大荷物すぎる。とりあえずどこで釣るか場所取りからスタートですね。めっちゃ埋まってる。場所を決めました。ここにしました。結構やっぱ今日は人が多くて隣にも人がいるんですけど、頑張ってここで釣ってもいいですかって許可を取りました。やばい、はずい一応なんとかセットはできました。今日は今から投げ釣りをするんですけど、遠投用の長い釣り竿を買ってみました。これね 4.5 メートルあります。めちゃくちゃ長い。今日ね周りを見てると結構みんな釣れてるんですよ。しかもみんなめちゃくちゃうまくて、そんなにうまくできるかわかんないけど早速やってみたいと思います。いやいけるかな。昨日めちゃくちゃ予習したんですよ。せーの。近いな。昨日釣り具屋に行ったんですけど、その時に釣り具屋のおじちゃんにいろいろ聞いたんですよね。たくさん教えてくれて投げ方も教わったんですよ。おじちゃん曰く慣れたら上手くなるよって言ってたから、ちょっと何回かやって慣れたいと思います。みんなめっちゃ上級者で私だけ初心者かもしれない。全然うまくできない。やばい。すっげー、みんなめっちゃビュンビュン投げてるよ。お、10メートルぐらい飛んだ。いろんな動画を見たんですけど、だいたいね80メートルから100メートルぐらい飛ばさないといけないらしい。上級者すぎる。でも今日はバク釣り目指して頑張りたいと思います。バケツもね2個持ってきたんですよ。1個じゃ入んなくなるかなと思って2個用意したんだけど、2個もりもりにして帰りたいと思います。餌もね今日はこの冷凍してあるエビを買ったんですよ。この方が釣れやすいらしくて今日解凍して持ってきました。餌なくなってる。ちょっと入れ直そう。しばらく座りながら魚を釣れるのを待ちたいと思います。そう、私さ今日本当は欲しい仕掛けがあって見つからなかったんですよ。その軽村のここが9号になっていて、職人さびきっていうのが欲しかったんですけど、もう全然なくて、いろんな釣り具の店舗を回ったんですけど、昨日深夜に5、6店舗ぐらい回ったんですよね。でどこにも売ってなくて結局買えなかったんですけど、今日はそのせいで寝不足です。だから今日ね早起き失敗しちゃったんだよね。でもここの場所はお昼でもアジが釣れやすいって書いてあったから、きっと釣れるはず。今日私車で来たんですけど、徒歩で釣りしに来るのもいいですね。そしたらこれができるじゃないですか。ダメか。やっぱお昼は道が混んでて、ここまで来るのにめっちゃ時間かかっちゃったんですよね。でも私いろんな動画を見て予習してきたんですけど、ここで釣れてる情報が先週のお昼ぐらいにあったんですよ。だからめちゃくちゃ最近なんだよね。で今日も釣り日和だし絶対釣れるでしょ。あれから結構やったんですけど全く釣れないですね。でも気温は結構暖かくなってきてて釣れるはずなんですよ。まだまだめげずに頑張ります。やっぱね遠投難しい。せーのと。よいしょ。風が強い。海ってどこも風強いのかな。3月下旬ってどうなんですかね。まだちょっと早いのかな。お昼過ぎになって結構帰る人も多くなってきましたね。夕末目まで粘ってみたいな。やばい、また坊主だったらどうしよう。2回3回連続坊主になるよね。やばい、魚に嫌われてるかもしれない。
なんか今帰り際に今日は魚ご飯だねっていう会話が聞こえたんだけど、ずるい。私も今日魚ご飯食べたい。結構ね親子連れとかも多くて、今日は平日なんですけど、春休みか、だから子連れが多いのか。せーの、お、結構遠く行ったんじゃない？遠投難しい。やっぱ長い釣り竿を持ってると手が結構痛いですね。この釣り竿も昨日の深夜に買いに行ったんですけど、1万4,000円ぐらいしたんですよね。マジで釣れないと大赤字。いやもう1匹でもいいから釣れてほしい。今度私ね、天猫さんと釣りに行く約束もしてるんだよね。そこでもちょっと勉強がてらいっぱい釣ろうかなって思ってます。やっぱ一人でやるよりね、友達とかちょっとでも釣り分かる人とやった方が勉強になるじゃないですか。独学だと間違ってても気づかないからね。せーの。ここは東扇島西公園なんですけど、ここでは1年通してアジが釣れるって聞いたんですよ。でもね、みんな口を揃えっていうのは、やっぱりアジは飛距離がないと釣れないらしいんですよ。だから遠くに飛ばさないといけないんだけど、私ね下手くそすぎて15メートルとか20メートルぐらいしかまだ飛ばしてないんだよね。そこが大きな課題です。でもね、見た感じ釣れてる人が3割ぐらいかな。釣れてない人の方が多そうです。だからめっちゃうまかったら多分釣れるんだと思う。諦めないぞ。根性だけは負けない。技術ではボロ負けだけど。全然釣れないので場所を移動してきました。こっちにテトラポットがあるんですけど、この辺がねよく釣れるスポットらしいです。昼過ぎになってこっちの方も空いてきました。せーの。いやこっちの方ね絶対いるんですよ。女の勘が働いてる。あれから3、4時間ぐらい粘ってるんですけど、1匹も釣れません。風も強くて体力奪われる。一旦車に帰ってきて作戦会議をしたいと思います。なんでこんな釣れないんだろう。投げ方が悪いのかな、仕掛けが悪いのかな。なんかまっすぐ投げたいのに上に飛んじゃったりとか右に行っちゃったりするんですよ。全然まっすぐ飛ばなくて、どうしたらまっすぐ飛ぶんですかね。わかる方いたらコメントで教えてください。なかなか思うようにいかない。周りの人はちょこちょこ釣れてるんですけどね、私だけ釣れなくて焦る。周りの人にいろいろ聞きたいけど勇気が出ない。仕掛け何使ってるんだろうと思って頑張って覗いてみたけど全然わかんなかった。聞けないよ。しかも私が下手すぎて一回お祭りっていうんでしたっけ、すごい引っかかっちゃって、それもね申し訳なくなって肩身が狭くなっちゃって、ちょっと今逃げ出してるっていうのもあるんですよね。この後どうしよう。調べてみたらアジは日が落ちてからの夕方5時以降によく釣れるっていう情報もあるから、夕まつめ狙うか、それとも場所を大幅に移動するか考えています。ここの公園無料なんですけど、有料の公園とか行ったら釣れるのかな。いやわかんない。行ったことないから全くわかんないけど、有料だと釣れやすいとかあるのかな。ちょっとしばらく車で休憩しつつ考えたいと思います。あれから車の中でしばらく考えたんですけど、結論このまま粘ることにしました。周りの人が釣れてて私だけ釣れないってことは、移動してもきっと同じ結果になるから、このままここで頑張ろうと思います。横の人がめちゃくちゃ釣れてて勇気を出して聞いてみたんですよ。仕掛けは何を使ってますかって聞いたら、K村のレインボーの5個って言われたので、今ねそれを買いに行ってきたんですよ。全く同じものを使ってます。もうすぐ夕まずめタイムかも。優香シーズン2。今一旦投げ釣りをやめてみて足元に落としてみます。これで魚が寄ってくるかどうか。さっき周りの人にコツとかもいろいろ聞きに回ったんですけど、みんなめちゃくちゃ釣れてて、15匹10匹8匹0匹10匹みたいな、
なんで私だけこんな釣れないんだろう。やっぱ下手なのかな。わかんなすぎる。体感30メートルくらいまでは飛ばせるようになったんですけど、まだ足りないんですかね。ここの川崎市では遠投投げができるんですけど、横浜市とか東京都は投げ釣り禁止なんですよ。でも私は投げるに至ってないですね。全力で投げてやっとちょい投げくらいかもしれない。腕の力が足りてないのかな。鍛えなきゃ。教えてほしいよ。一回釣りのレッスンでも行こっかな。本当に。でも時間の都合であと30分ぐらいしたら出なきゃいけないんですよ。でもここからあと30分ぐらいは夕間攻めタイムなので、絶対に何としてでも釣りたい。ラスト30分はちょっと違うカメラ目線もお届けします。ちょっとしゃくってみよう。これうまくしゃくれてるのかな。今まで釣りは三重の釣り旅館でしょ、熊本の釣り旅館でしょ、それと南房総のところでしょ、あと猿島。これで今日で5回目ですね。結構やってる。2勝2敗だから今日負けたら3敗になっちゃう。やばい、負けてる回数の方が多い。誰か私に引っかかってくれ。お、結構飛んだんじゃない。30メートルぐらい行ったんじゃない。いやーダメだ、今日釣れないな。でももう決めました。私絶対釣りのレッスン行こう。一回プロに教えてもらおう。周りがみんな釣れてるのに私だけ釣れてないってことは、やっぱり基礎がなってないってことですもんね。一回教室に通ってきます。負けず嫌いに火がつきました。もしね、また釣りをするとしたら一回レッスンしてからまた動画にするので、もう次の釣り動画は絶対爆釣りしてるから、ちょっとみんな期待しててほしい。ガーン、いいない。ということで切り上げて車に戻ってきました。今日の釣果を発表したいと思います。0匹でした。釣りたかったよ。いや、今日は絶対釣れると思ったんですけどね。天気も良かったし、本当に釣り日和だったんですけど、私の実力不足でしたね。もうそろそろ冬だからとか季節の言い訳ができなくなってきた。5、6時間ぐらい粘ったんですけどね。いやー、釣りたかった。前回も坊主だったから2連チャン坊主になっちゃいましたね。そろそろあだ名が坊主にならないか心配。いや、次こそは絶対釣ります。さっきもね言ったんですけど、次の釣り動画出すまでには一回動画会でレッスンだったりとかプロの方にちゃんと教わってこようと思います。もうだからね、今日も坊主でめっちゃ下手だったんですけど、次は絶対爆釣りするので、私の成長を見守ってくれてたら嬉しいです。もう今日はね、アジをたくさん釣る予定だったから、どんな料理作ろうとかもいろいろ考えてたんですよ。唐揚げとかなめろうとか塩焼きもいいなとかめっちゃ考えてたのに、今もう口がアジの味になってるんですよね。でもやっぱり人は苦い味を経験しながら成長していくと思うのでね、私も頑張ります。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったり、ゆうかちゃん釣れなくてかわいそうって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録とコメントと高評価お待ちしてます。もうコツとかもね、ぜひコメントで教えてください。それじゃあバイバーイ。頼む。少し寒い。やっぱ釣りは5月ぐらいからがいいのかな。待ちきれなかった5月まで。崩りそう。誰か引っかかってくんないかな。もう何の魚でもいい。なんかなぜか手がめっちゃベタベタしてくる。なんでだろう。私小さい頃さ、あれのことをキリンだと思ってて、
お母さんの車に乗りながら「あ、大きいキリンいる」って言ってキリンロボって呼んでたんですよね川崎といえば全然関係ないんですけど、川崎のバイクってどうなんですかね。川崎で川崎のバイクに乗るバイク乗りたいな。やりたいこといっぱいなんだけどさ、ちょっと一つのことも極めたいよね。釣りも極めたい。いや極めたいんだけど、私はねめっちゃ釣りしたいんだけど、釣りが私を呼んでないんだよね。結構魚に嫌われてる